こんにちは、みんなちです。今日は540円で買ってきた一眼レフカメラと108円で買ってきたレンズを紹介します。ハードオフで3桁の値段の一眼レフカメラを見つけたので買ってきました。EOS KISS デジタルです。値段がなんと540円でした。で、一緒に横に置いてあったのが、このレンズ。リコーの XR リケノン 135mmF2.8 のレンズで値段がなんと、108円でした。EOS KISS デジタルは前に動画も作っていて紹介してるんですけど、3代目になります。1855のレンズがついて9800円で買ったやつと、ハードオフで1080円で買ってきたフラッシュが使えないやつと、今回買ってきた540円になります。ちょっと外観から見ていきたいんですけど、見た目はまず綺麗なんじゃないかなと思います。ここのグリップはもうすでにゴムを外して掃除してあるような感じになってますね。後ろも綺麗ですね。特に傷とかは目立ったものは見かけないです。ほんとこの状態のままカゴに入れられていました。ここ何もついてない状態で入ってました。当然バッテリーもメディアもついてない状態なんで、家にあるメディアとバッテリーとあとレンズを使って動作確認をしてみようと思います。バッテリーはEOS の2桁シリーズと共通なんで汎用性があって便利です。でメディアはコンパクトフラッシュです。EF35mm、80mm のレンズをつけてみます。こんな感じです。540円といっても一眼レフカメラなんでかっこいいです。電源を入れてみます。スイッチオン。はい。EOS の文字が出たんで、一安心ですね。これで、動作します。はい。これでシャッターを切ってみます。撮影はできます。実はこれ撮影今日してきていて、ちょっと状態はもう分かった状態で、今動作確認したんですけど、一通り動作はできるんですが、ここのシャッターボタンがちょっと劣化してしまっていて、そのオートフォーカスの半押しがうまくいかなくて、ほぼ全押し近くまで押してあげないとオートフォーカスできない。半押ししてオートフォーカスするのがかなり厳しいというか、ほぼできないですね。今半押ししてるんですけど、全然反応してくれないです。で、全押しグッてやると、ピッとオートフォーカス合わせた上で撮影はしてくれるんですが、フラッシュを上げてみます。はい、ちゃんと上がります。ビジーになっちゃった。今ちょっとフラッシュに充電してますが、はい、これでいけるかな？いけましたね。はい。フラッシュもちゃんと動作する個体です。ということで、一通り動作するんですけど、ちょっとシャッターの半押しの機能だけがうまくいかないということなんで、この個体はマニュアルフォーカスのレンズ専用で使っていく感じにしようかなと思ってます。で、実際今日もこの100円で買ってきたレンズを使って撮影してきたんですけど、ちょっとこっちのレンズも紹介していきます。リコーの XR リケノンの F2.8 のレンズです。135mm なんですけど F2.8 ということで明るいレンズになってます。こんな感じでわかると思うんですけど、前玉を中心にカビが結構あるレンズになっていて、多分そのせいで値段がつかなくて108円ということになってるんだと思います。ただレンズ自体綺麗に抜けているように見えるんで、写りは良さそうだなと思って買いました。F2.8 の明るい 135mm なんで、これはお得だなと思って買いました。この絞りバネもちゃんと問題なく動作してくれます。このフォーカスリングの動きもすごくスムーズでいい感じです。で、ここにこのレンズフードが一体型でついているのもいいなと思いました。こうやってやるとカビが見えますね。カビは拭けば取れるかもしれないし、結構周りだけな感じもするんで、真ん中
を使って撮影すれば、綺麗なんじゃないかなと思ってます。後ろ玉もややカビが見えます。ペンタックスマウントのレンズなんで、当然ペンタックスの一眼レフカメラで試してみたいなと思うんですけど、この私が持ってる K100D と、こちらの IST-DL2 は、ここにフォーカスのオートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えがあるんですけど、どちらもオールドマニュアルフォーカスレンズは使えない一眼レフになっています。マウントが一緒なんではまるにははまるんですが、でここマニュアルフォーカスに切り替えてあげて電源を入れることはできるんですけど、どうやら絞りは本体側で制御する必要があるみたいで、当然このオールドレンズっていうのは電子接点がないので、ここから絞りの情報を渡したりってことができないんで、絞りの制御を本体で行うことができません。そうすると、この本体側では撮影をさせてくれない動きになっているみたいで、要するにこのマニュアルフォーカスとオートフォーカスの切り替えというのは、こういうオートフォーカスレンズでマニュアルフォーカスを使うためのものであって、こういうオールドレンズは使えないということなんじゃないかなと思います。使えるようにしてほしいなと思います。ということで、このレンズは結局ペンタックスの一眼レフで使えないんで、今回買ってきた EOS KISS デジタルでテストすることにしました。この EOS と PK のマウントアダプターを使って接続することができます。で、KISS デジタルは優秀なんで、こういうオールドレンズでも問題なく動作させることができます。まずはここにマウントアダプターをつけていきます。はい。で、ここを合わせてあげて、はい、こんな感じで接続できます。で、電源を入れればもうそのまま撮影できると。で、ここはM で、合わせてあげます。そうですね、最短撮影距離が 1.5 メートルということなんで、ちょっとピントが合わないんですけど、こうやってシャッターを切ることができます。ということで、この組み合わせ、540円の KISS デジタルと108円のレンズを使って撮影してきた作例がこちらになります。135mm のレンズで、キヤノンの EOS KISS デジタルと組み合わせると 1.6 倍の画角になるので約 216mm 相当になります。ちょっと望遠すぎて横で撮影できなかったんで縦の作例になっていますが、すごくキレがあって綺麗な写りに写ったと思います。買った時からこのレンズは綺麗だろうなとは思っていたんですが、予想通りすごく綺麗な写りで良かったです。ということで540円のボディと108円のレンズで648円で一つセットを作ることができました。それでさっきのあの写りですから、すごくお得な買い物ができたと思ってます。EOS KISS デジタルは半押しが不調でオートフォーカスがやりにくい個体なんですけど、マニュアルフォーカスのレンズであればそもそも全押ししていくので、問題なくストレスなく使うことができました。もうさすがに EOS KISS デジタルはもういいかなという感じなんで、もう500円だろうが100円だろうが見つけても買わないと思いますが、レンズはいくらあっても楽しいものなんで、安いの見つけて買っていきたいなと思ってます。特にこのリケノンレンズとか結構珍しいんで、なかなかリサイクルショップでも見ないんで、買えてよかったなと思ってます。ということで紹介は以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。